こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはですね、これですね。イムサイ8080という1975年に発売された最初期のマイコン、現在のパソコンの祖先にあたるものです。これを作っていきます。パソコンの本当の始めってどんな感じだったかって案外と知られていませんよね。1971年に最初のマイクロプロセッサーが作られて、電卓なんかも発売されてくると、いわゆる電子工作の雑誌の読者のお便りコーナーみたいなところで、自分たちのコンピューターが欲しいとか作れるんじゃないかとか、そういうことで盛り上がっていたそうです。確かに電卓を大きくしていったらコンピューターにできそうですよね。レス・ソロモンという編集者がそれを拾い上げて、彼と知り合いのエド・ロバーツという人が1974年に作ったアルテア8800というマイコンがとても有名です。今日作るイムサイ8080はこれの翌年1975年に発売されたアルテア8080の互換機で、初期のマイコンキットといえばこの2つが何といっても代名詞的な存在です。例えば秋葉原の昌平通りに1995年くらいまで看板を掲げていたバイトショップ総合というお店があったんですけれども、イムサイアルテアと大きく書かれていましたよね。月刊式編集部にも、誰も触っていないんだけどイムサイ8080が1台ずっと置かれていました。全体はブルーの金属製のケースに収まっていて、それでコンピューターの内部の状態が一目でわかるランプが並んでいて、指で上下するピアノスイッチというものがついていました。今回作るのは、色もちょっと違うんですけれども、ピアノスイッチの数もだいぶ省略されています。僕もピアノスイッチのついたコンピューターは仕事で随分使いました。コンピューターの中の1ビット1ビットにスイッチが対応していて、順番にそれをメモリーにセットするのに使って、そのまま実行することができる。コンピューターの中身に直接手で触れることができるような感じがした時代ですよね。マイクロソフトはアルテア8800のためにベーシックというプログラミング言語を作ったことが彼らの最初の成功だと言われています。しかも初期のマイコンの世界ではソフトは自由にタダで使えるというのが常識という時代に、ビル・ゲイツだけはこれは有料だと言い張ったと。やっぱり成功する人は違うんですよね。ということでできました。まだプラスチックの筐体に入って電源を入れれば動くような、例えば Apple II とかが発売される前のマイコン、パソコンの祖先、こんな形で自分で組み立てるキットとして売り出した、それが今回作ったイムサイ8080でありアルテア8800なんですね。今回イムサイとアルテアどちらを作ろうかなと迷ったんですけれども、やっぱりピアノスイッチがかっこいいというんで、イムサイを作りました。本体のケースとかね、色がちょっと違ったりするんですけれども、なかなかいい感じかなと思います。ということで、来週も作ります。見てください。